100点のアートクレヨン画展。今年も開催。あなたの力作待ってますよ。またこのフラットヌイとウェットウェットっていうのはもう水彩画のね、もう本当に肝中の肝、命なんですよね。これがもう水彩の本当に命だし美しいところなんですね。はい、こんにちは、柴崎ですよ。ねえ、お元気ですか？元気。暑いですね。柴崎が住んでるここはね、千葉県でですね、海に近いんですよね。だから、同じ日本列島の中でもね、比較的涼しいのかと思いますけども、それでも暑いんだからね、関東でもね、埼玉とかね、栃木とかね、そっちの方はもっと暑いのかなと、思ってます。そんな中ね、いつも柴崎の動画を見てくれて、本当にありがとうございます。たくさんのね、コメントと高評価。もう、暑さを吹き飛ばしてやる気出ます。そうそう。熊本県ね、地方の方々、大きな地震にね、遭われたそうで、本当にこの暑い中ね、もう大変なことでしたね。お見舞い申し上げます。ね、復旧作業とかね、いろいろ、大変かと思いますけども、お体に気をつけてね、お過ごしください。あとですね、つい先日なんですけども、柴崎の展覧会ですね、東京の西新宿で行いました。そうしましたところ、本当に暑い中、連日ね、もう、最初から最後までね、本当にたくさんのね、あなたがね、お越しくださいまして。特に小さいお子さんも多かったんですけどね、もうたくさんのあなたとね、柴崎お会いできて、お話もできて、本当に嬉しかったです。もう感謝してもね、しきれないぐらいです。ありがとうございました。また、柴崎、それを励みにですね、これからも、どんどん制作していきますので、よろしくお願いいたします。さて、今回はですね、透明水彩で、水彩画っていうのはここが本当に大事なんだよ、ということを踏まえてですね、少し涼しくなるかな、そういう感じの絵を描いてみようと思います。さあ、水彩画はね、何が肝なのかね、どんな絵になるのかね。それでは、ゆっくりご覧くださいね。暑さを吹き飛ばす水彩画、行ってみましょう。はい。さあ、それではやってみましょうね。今日は、フラット塗りとね、ウェットインウェットでね、風景画はこんなに素敵になるんだよ。ということ。それを目的として、ちょっと頑張りますね。まず形を描いてます。これ湖畔にあるね、大乳ですね。後ろに、結構背の高い樹木が生えてます。さていきます。まずフラット塗りですね。もうこれはたっぷりの絵の具を、素早く軽いタッチで広げるというわけですね。お家、赤い屋根ですけど、ここも基本的にフラット塗りですね。フラット塗りってのは本当に今言ったようにたっぷりの絵の具で、その水の力で広がっていく、そこが肝心なんですよね。だから、フラット塗りがうまくいくっていうのは、逆に言うとウェットウェットがうまくいくということでもあるんですね。だから色が微妙に変化しながらも、明度的にはね、フラットっていうわけですね。はい。ここがね、達成できるかどうかでね、水彩画のグレードがぐっと変わってきます。またこのフラット塗りとウェットウェットっていうのは、もう水彩画のね、もう本当に肝中の肝、命なんですよね。ほら、こうやってね、細かく色をウェットウェットで加えてますよね。
でもそれがこうだんだん広がっていって、色はちょっと違うんだけど、フラットという感じなんだよね。さあ、だんだん話はね、進んできましたよ。どうかな？こういうところですね。こう、フラット塗りですね。もうこれがね、水彩画のもう本当に原点です。あんまりこういじりすぎないってことなんですよね。ということはね、また別の力も要求されるかな。色やね、明るさ暗さがね、パッとこう決定できるってことも大事ですね。はい。だからそれらができると本当にこの水彩画のね、良さがね、画面に出てくるというわけなんですね。はい。こんな暗い調子です。これはいつもやる方法ですね。暗い色を大胆に置いて明るい色を描き起こすというわけです。大きくこう、フラット塗り、ウェットへとできると、細かい表現がその上から可能になるというわけですね。どうでしょうか？一気にお家が見えてきたかな？ねえ。こんな具合ですね。はい。だからこう、なんていうか、あまりこう色の塗りムラっていうのはないでしょ？はい。ね、これは水の力、絵の具の力に任せて色を広げているからなんですね。さあ、その上から、その大きなフラット塗り、ウェットエイトができた上から、さらに今色を重ねていっています。ちょっとこういう、ね、筆のバサバサ感生かしたりして、でもまた、そのバサバサ感でそのまま放置すると、ちょっとこう、なんていうか、質感がね、強調されすぎるので、今少し水を足しましたよね。またそうやってこう、ウェットウェットの雰囲気にするわけですね。はい。だからこう、だんだん細かくなってくるんですけども、絵はそんなにね、こうなんかガチャガチャってしたうるささがないでしょ？はい。基本的なこのフラット塗り、ウェットを大切にしてるからなんですね。ほら、また水をここに吹きつけました。こんな具合だね。さあ、だいぶこう複雑になってきましたね。では、水面行きましょう。このフラット塗りとウェットですね。ねえ、これがもう水彩の本当に命だし、美しいところなんですね。本当にこう筆数が少ないでしょうね。はい。そこを見てもらえると嬉しいです。で、お家が水面に逆に映ってるんですけども。はい。それから木も映ってますよね。で、水面にこう映ってるんですけども、そこをね、なんていうか、あんまり複雑にいかないということですね。ここはあくまでも水面だからとかね、そこに映ってるんだからとかね、そういう割り切ります。そうすると、大きな表現がね、そのまま残るんですよね。どうでしょうか。ね、ほら、こうやって色が広がります。時々こう、霧で吹きかけて水を補給してますよね。はい。水面にこう映った感じが見えてきたかな。ここ、湖畔ということで、ちょっとボートを描きますね。紙の白を大切に表現しています。今度は樹木の間に立つね、こうちょっと白い幹の木ですね。こういうとこは、ガッシュですね。なんで書き起こしてます。それから暗い、木の幹ですね。さあ、今度は建物ですね。基本的に
屋根をフラット縫いとウェットミートで、きれいに収めてありますので、そこにこうやってですね、今度は乾いてから細かい表現ですね。でもまたこう水を加えてね、こう取ったりして、こう微調整してます。あまりこう細部が、最後になるとね、細部がこう、どんどん表に出てきてね、絵がうるさくなるってことがあると思うんですけども、ここは加減を見ながらね、やっぱり細部を最後書き込むっていうことですね。さあまた大きく重ねますよ。こうです。もう一筆で重ねていきます。水の深さが出たかな？で、水の映ってる分ですね。ちょっとガッシュでね、こう細かい点を打ってます。これはヨーロッパなんかでね、春先にこう、柳の木だったか白樺の木、花だったかそういうのがね、こう飛び散るんですね。それが湖面に落ちた雰囲気です。はい。では柴崎のサインを入れて、今日のご飯の家と森の風景、出来上がりです。はい。書き上がりました。どうだった？ねえ。フラット縫いとウェットインウェット。もういつも言ってるけど、水彩画ってのは本当にね、たっぷりの水と絵の具なんだよね。そして、その水と絵の具の広がりに任せるっていうね。ここがね、大事なんだよね。それ、今日やってみたんだけどね。味わってもらえたかな？うん。ね、ここが本当に水彩画の基本なんですね。楽しんでいただけたとしてですね。今は本当に夏休みでね、毎日暑いと思いますけども、ちょっとね、そういうあなたやね、そういうちびっ子たちにね、やってほしいことあるんですよ。それはね、これなんです。ね。100点のアートクレヨン画展の絵をね、描いてみたらどうですかというね、ことなんですよ。これね、アートクレヨンを使えばですね、もう本当に小さいお子さんから、柴崎くらいのね、頑張ってる世代までね、どなたでも出品できるんですよ。無料で。それで、100点入選しますと、新橋にあるね、おくるちって言ってね、こうすごいところでバーって展示されます。また、審査員賞、10人に入ったらですね、お一人賞金10万円なんですよ。はい。ねえ。とにかく、もう柴崎も今までクレヨンが、ね、アートクレヨン使ってずっと描いてきたでしょ？もう本当に面白いからね。まだの方は、ね、ぜひやってみましょうか。もちろん、今もうアートクレヨンを使ってるよってあなたもね、ますます頑張ってね、傑作をね、この100点のアートクレヨン画展に、ね、応募してみてください。柴崎一応審査員としていますのでね、お待ちしてます。この動画の概要欄からでいいんだな。ね、見て、応募してくださいね。待ってます。あと、この8月の下旬に、水彩画、NHK 文化センターですね。青山教室で水彩画の講座もありますし、それから柴崎独自の水彩画の講座ですね。オンラインの。これもやってます。ちょっと色が違うとかね、ちょっとはみ出しちゃったとかね、あってもそれも大丈夫。それを絵を描く楽しさだからね。画家、柴崎春道さんと楽しく描く水彩画。細く描いたり、押し付けると太くなる。少しお水を加えて明るくしてから。びっくりするほどうまく描けると話題になった E テレ。3ヶ月でマスターする絵を描くの講師、柴崎春道さんと楽しく水彩画を学ぶ講座。小中学校の授業でうまく描けなかったというあなたも大丈夫。教え方の達人、柴崎さんの水彩画の魅力を引き出すテクニックで楽しく学び、上手に描くことができます。左右にこう手を振らすようにギザギザギザっと。会場受講は手ぶらでご参加いただけます。
ネットで見てるから大丈夫かな。オンラインで受講も可能。塗り残してもいいんですよね。かえって塗り残すぐらいがね、達人みたいでかっこいいんですよ。うまくいかなくて参加者のお悩みに柴崎さんが描き方のコツをアドバイス。ツートンカラーのおまんじゅうみたいな感じ。ちょっと持ってきて。いいですよ、これで。ちゃんと立派なお山にかけてると思います。ここでギザギザしたお山に自分なりのパターンを描いていけばいいわけですよね。ここの木ですね。もう少し暗く描いてあげると、この山が遠くに行って見えるんですよね。会場参加者には直筆サイン入りの限定ポストカードをプレゼント。柴崎さんとの握手やツーショット写真撮影、そして後から復習できる見逃し配信の特典付きです。E テレ3ヶ月でマスターする絵を描くで柴崎さんが描いた原画の展示も行います。柴崎さんとの講座で水彩画の世界を一緒に楽しみましょう。もちろんアートクレヨン教室もあるんですね。そういうのもこの動画の概要欄からね、見て、お申し込みくださいね。はい。さあ、話が長くなりましたけども、今日は透明水彩はね、ここが肝なんだよ。ね。ということで書いてみました。ね、本当に、水も飲みながらね、麦茶でもいいかな。ね。食欲も落ちてきた頃かもわかんないけど、頑張って食べてね、元気よく、この暑い中、ね、乗り越えていきましょう。そして、またすぐにお会いしましょうね。はい。今日も最後まで見てくれて、本当にありがとう。またすぐにね、柴崎はあなたとお会いしたいと思ってます。はい。では、またその時までね。はい。どうもありがとう。はい。柴崎でした。